どうもこんにちは、海くんです。私は今東京板橋区に来ております。皆さん、駄菓子屋さんって知ってますか？駄菓子屋とは子どもたちを対象にしたお菓子やおもちゃを売るお店。昔はどの町でも見かけましたが、1980年代をピークに減少。しかし当時は子どもたちの社交の場として大変にぎわっていたんです。そしてこの駄菓子屋に当時の子どもたちが熱狂していたあるものがあったんです。そのあるものがここにあると聞いた海くん、早速入ってみることに。うおー、一体海くんは何に驚いたのか。なんと店内にはカラフルで楽しそうなレトロゲームが所狭しと並んでいたんです。すごいですけど、ズバリここはどういった場所なんですか？こちらはですね、駄菓子屋ゲーム博物館といいまして、はい、昔昭和時代にこういうゲームがね、駄菓子屋さんの店頭に置いてあったんですよ。それが実際に遊べる博物館という感じですね。僕らの時代は、駄菓子屋さんでいうと結構お菓子しかなかったんですけど。そうですね、大体ね昭和50年代がこういうゲームの花形というかピークだったんですよ。でも駄菓子屋にゲームがあるって、お菓子を食べたりしながらずっとゲームできるって、そうなんですよ。いいですよね。で1回10円で安く遊べて、しかもゴールまで行くとね、当たりの券が出てきて、それでお菓子が交換できる。それでうちはそれも再現してて、こうやって駄菓子コーナーも作ってるんですよ。本当だ。なんで安く楽しめて、運が良ければお菓子がねもらえちゃうみたいな、10円1回10円で20円台30円台のお菓子がもらえちゃうっていうところも当時の子どもたちにね人気があった理由だと思うんですよね。なんで作ろうと思ったんですか？結構遊んだ思い出もあるし、大人になって街中見たらやっぱもう駄菓子屋が全然なくなってるのに気が付いたんですよね。このままねこういうゲームがなくなってしまうのは忍びないと。だから誰かが残さないと、こういうゲームは残んないんじゃないかと思って、脱サラして、思い切って博物館やったっていう感じですかね。熱いっすね。そうだ、僕、この博物館入った時に一個めちゃくちゃ見覚えがあって懐かしいものを見つけたんですよ。どれですか？ちょっとそれあそこにあるんですけど、じゃあ早速やってみます。海くんが遊んでみたいと言ったゲームは1980年代に人気を誇ったじゃんけんマン。これ本当じゃんけんポンって掛け声とかもね独特で、音を聞いただけでも懐かしさが蘇ると思いますよ。もっといろいろ蘇るのかな。これはここに10円を入れて、でスタートボタンを押す。おっ、これ懐かしい。ズコっていうのも懐かしいですよね。懐かしい。この声、これもう一回やっていいですか？この声でめちゃくちゃ思い出した。じゃんけん弱いですね。弱いですね。ちょっと3連敗はあんまりないですね。ないですよね。じゃんけんマンで3連敗した海くん。しかしこの後伝説的な出来事が。だってやっとパー選んだのに。これやばくないですか？やべえ、俺もうじゃんけんの才能ないかもしれない。自腹でも勝ちたい。なんか他のおすすめのゲーム教えてください。他のおすすめのゲーム、やっぱりこの人気ナンバーワンで知名度が高い新幹線ゲームですかね。長身の海くんに岸さんが勧めてくれたのは、当時一番人気があったという新幹線ゲーム。これね、途中のアウター穴に落ちないようにうまくこのレバーで弾いて、でこの当たりに入ると当たり券が出てきますんで。なるほど。このね弾き加減が重要なんでね。これ慣れてもやっぱ難しいんですよね。あ、来た。ラストはね、手前も外れ奥も外れなんで、本当にいい塩梅でここに入れないといけないんで、ホールインワンしか許されないっていうことですよね。難しいんで、このレバーの角度を見ながらいきますよ。
この緊張感が半端ない新幹線ゲームに海くんが挑戦。あ、でも分かってきました。これぐらいかな。ここが、そこはね難関なんですよね。ここやな。せめてここ超えたいっすね。そうね。だからじゃあここでちょっと裏技教えましょうか。早く教えてくださいよ。2枚打ちって言ってここに10円玉2枚貯めるんですよ。はい。で2枚貯めたらいっぺんに打つ。そうすると1枚が犠牲になってもう1枚は通るみたいなね。そういう裏技もあるんで。はあ、それ面白いですね。というわけでまずは1枚目を3段目に待機させて、そして同じく2枚目も3段目に持っていきます。ではこの難関ポイントをクリアするための裏技、2枚打ちです。運命の瞬間ショットいきます。ドキドキいきます。いけ。おっとっと。おお、そういうことか。1枚は犠牲になったけどもう1枚は無事通ったっていうことだからね。ですよね。そしてついに最後の段まで到達。よし、行きます。横から見て。水平はちょっと戻しぐらい。そうですね。ぐらいかな。行きます。はい。さあ海くんは見事成功することができるのか。行きます。はい。これはめっちゃ悔しいっすね。悔しいですね。今の入るかなと思ったんだけど。いやー、みんなが夢中になる意味が分かりました。はい。続いて体験してみたのは国取り合戦ゲーム。基本的にはねこれねすごろくみたいな感じのゲームなんですよ。こっちのルーレットで進む数字を決めて、でこっちで絵柄でね2倍進むプラスマイナスドクロでゲームオーバーみたいな感じでどんどん進めていってクリットを取っていって全国制覇するとゴール当たりの剣が出てきて、それまた駄菓子がもらえるっていう感じですね。早速海くんが挑戦。殿。おお。でも佐賀ですね。あとちょい。来た。来た。来た。これで14。九州脱出できた。広島まで来ましたね。すげえすげえ。その後も順調に進み、なんとあと5以上で20。あ、でもマイナス出たらやばいですけどね。でも行く。やった。これゴール？ゴールですね。イエーイイエーイイエーイ。嬉しい。やりましたね。ただそこの払い出し口に当たり券出てますんで。本当だ。60点券なんで60円分の駄菓子がもらえますよ。すげえ。じゃあちょっと何回かやっちゃったけど、30円で勝てばそうです、そういうことですね。2倍になるってことですね。そういう感じですね。めっちゃ楽しい。レトロゲームの面白さにハマった海くんはその後もいろんなゲームを体験。その中でも一番ハマったのが障害物を避けて時間内に山を登るという山登りゲーム。落ち着いていこう。オーケー。ここまで行くのにどんだけかかったと思ってね。このゲームに魅せられた海くん。その後も仕事のことを忘れて超本気モードで挑み続ける。今の難しいな。雷はね。結局クリアできなかった海くんは岸さんにお手本を見せてもらうことに。おお。素早いボタン押しが。そうか、制限時間ないなら50秒内なら何回でもね。おお。うわー、よくあれを。
いやーゴールしました。イエね、30点券ゲットしました。どうですか。23秒残り時間ありますよ。ー、ちょっとマジで言葉にならないです。今日めちゃくちゃ興奮しました。ね、ずいぶんもう遊びましたよね。いや、ここまで熱くなっちゃうとはね、思ってもませんでしたよ。でも結構今日ずいぶん熱くなってお金使っちゃいましたけど、いくらぐらい今日使いました？結構800円ぐらい。まあでも手にしたものもあるんです。ありますね。じゃじゃーん、国取り合戦でゲットした60点券。60点券で、これね、60点券ははいこちらの駄菓子がね60円分なるほどゲットできますんで。というわけで60円分のお菓子をゲット。この駄菓子屋ゲーム博物館って、今後どうしていきたいとこあるんですか？そうですね、今はねだいたい57台ぐらいこういう機械があるんですよ。他にまた60台ぐらいあって、トータル120台ぐらい機械持ってるので、ゆくゆくはね、100台ぐらい、並べられる、博物館に拡大したいなっていう、夢というか目標ですかね。それで、この数ある駄菓子屋ゲームなんですけど、なんかレンタルもされてるっていうのを聞いたんですが、例えば映画だとかドラマ、あとショッピングセンターの昭和のね催し物とかイベントだとか、そういうところにね、あと最近の CM なんかにもねレンタルしたり。そうなんですね。その他にもイベントやお祭りなどにもレンタルしているので、気になる方はぜひレンタルしてみてください。駄菓子屋ゲームの種類も増えて、どんどん発展していくといいっすね。そうですね、そうしたいですね。じゃあまた遊びに来た時は新しいゲームをさせてください。今日めっちゃ楽しかったです。あ、そうですか。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。